さんこんにちは、漫画家の新本慎です。です。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はですね、またコメント欄にこんなお悩みが来ておりました。同じキャラを描いているのに、次描くと違うキャラに見えてしまいますというお悩みです。わかる気がするでもこれ。まあ結構これね、一人じゃなくて何人からもこのお悩み来てて。結局は自分のオリジナルキャラを描いたときに、次描いたときに、あれこの間描いたやつと違くねみたいな。そう、違うキャラに見えてしまうっていう。なんでそれが起きてしまうのかっていうのと、それの対処法を今日は説明していきたいと思いますので、一応私なりに考えてみた。それでは早速やっていきましょう。じゃあまず、なんでそんな問題が起きちゃうのかなって考えた時の原因その1なんだけど、やっぱ絵がまだ安定してないのが初心者だと思うんだよね。ゆえに、どうしても1回目描いたのと同じ位置とかに目と鼻口が置けてないっていうね。ことがあると思うの。で、仮に説明すると、今これが私の今描いた英子ちゃんね。で、次、ちょっと時間空けて英子ちゃん描こうと思った時に、やっぱ絵がまだ描き慣れてないから、こう何にも見ないで次、その記憶の中で英子ちゃんを描こうとすると、はい、こんな感じで、これ元の最初に描いた英子ちゃん、いいキャラ描けたと思ったけど、次描いた時に、記憶を頼りに描いたら、なんか違うキャラになってしまったっていうパターン。これはやっぱり記憶を頼りに描いてるからっていうのと、やっぱ目の位置がちょっと安定してなくて、これは目が結構上に行っちゃったパターン。なるほどね。ちょっと顔が伸びちゃった。で、これはちょっと目が大きくなっちゃったパターン。ちょっとこうより幼くなっちゃった。みたいな感じで、だんだん自分で、あれなんか違う、みたいな現象は結構誰にでも起こり得る。正直この現象ってね、初心者だから起こり得るんじゃなくて、プロでも全然起こり得るのね。だから私たちのプロは毎回同じキャラが例えば漫画とか見てると描けてるような感じするかもしれないけど、私は新しい作品とか始めて新しいキャラ描いた時、かなりの長い期間目の前に一番最初に描いたキャラを貼ってる。確かに貼ってるわ。ずーっとそのキャラを見ながら描いて、そうしないと変わっちゃう。でも、あとみんな覚えてるとし、どんな漫画でも1巻目と10巻目イラスト違うから、描いてれば自然と変わっていくっていうものもある。でもやっぱ1回2回目で変わるっていうのは、多分その描いてたら変わっちゃったっていうよりかは、多分記憶があやふやな状態で描いてる。あとは目の位置、目の大きさがすごくずれちゃってるっていうのだと思うんだよね、原因は。なので、今これもう脳資料で何の資料見ないで描いたけど、あえてちゃんとこの英子ちゃんを見ながらもう一回最後描いてみます。で見ながら描けばどうなるかっていうと、はい、最後、見ながら描いたらこんな感じ。まあ多少はもちろん違うんだよ。だけど、やっぱこの2人よりは最初の英子ちゃんに似てると思う。やっぱこうやって見ながら描くっていうのは大事。同じキャラを描きたい場合は。だからぜひ1回目に描いたキャラを目の前にね、ペタって貼っとく。なんかこう、あと横に資料として置いとくで大丈夫だから、常に見ながら、私の場合はね、絶対もう第10話ぐらいまでは、だから、枚数で言えばね、もう300枚目ぐらいまでは、300枚目ぐらいまでは見ながら描いてる。ずっと置いてたわ、確かに。新連載とかの時とか。だからずっと貼ったの。最後まで置いてることとかも全然あるぐらい、やっぱずっと見てないと変わっちゃうっていうのはあるあるだから、ぜひ資料としてちゃんと1回目のキャラを資料として置いとくようにしてください。もしそれでもずれちゃうっていう時は、個人的には多分一番印象変えちゃうのって目の大きさと高さだと思うから、それが1回目の英子ちゃんと比べて上に行っちゃってないか、下に行っちゃってないかとか、大きくなっちゃってないか、小さくなりすぎちゃってないかっていうのを確認してみてください。そこで合わせられたら、まあ大体同じキャラに見えると思います。じゃあ次の第2の原因のパターン考えたいと思います。次なんだけど、もう一回この最初の英子ちゃんに戻ります。次の原因なんだけど、キャラクターにあまりにも特徴がなさすぎるっていうのが私は一個担い原因かなと思ってます。でもこの英子ちゃんは別に悪くはないんだけども、ちょっと特徴がなさすぎる。いたってどこにでも合いそうな普通ってことね。そう、特徴がなさすぎて、次書いた時に逆に特徴がないキャラっていうのは少しでも狂いが出ちゃうと、似てなくなっちゃう。だからこの英子ちゃんにね、仮にすごい特徴を今からちょっと持たせたいと思います。
はい、ということで、英子ちゃん、うん、別人のように生まれ変わりました。本当だ。原型がないな。でしょ。まあ、例えばどういうとこにしたかって、ちょっと目をちょっと思いっきり吊り上げ系の目にしてみた。片側にハートのピン。で、もう片側にドクロのピンがついてる。八重歯がついてる。ほくろがついてる。で、ハーフツインをしているという。アホ毛？アホ毛です。まあ、ちょっとこれはやりすぎかもというぐらい今回は詰め込んでみたけど、もうここまでしたとき、じゃあさっきみたいなちょっとこのずれちゃったパーツでもう一回書き直してみるね。一体どうなるのか。さっきの英子ちゃんが、こう間延びしちゃうと別人になってたけど、生まれ変わった英子ちゃんが、この間延びした感じだから目がでっかくなっちゃった感じで描くとこうなのね。大体が。そうなるとだよ。まあ確かにちょっと絵は違うなだけどね、英子ちゃんじゃなくなったってことは絶対ない。確かに。あれ別のキャラ出てきたって思わないんだよ、多分ね。ここまで特徴があると。なんかいろいろやっぱ特徴が確かにあるから、変じゃないな。そうでしょ。これだとお母さん出てきたかなぐらいの感覚が違いがあったじゃない？この違いだと。でもこれだとね、お母さん出てきたっていうよりかは、ちょっと絵が今回は荒れたなぐらいの感覚。だから全然みんながこれが次のコマになった時とかね、次のイラストでこれ描かれた時、誰描かれてたかわかんないにはならない。絶対これは英子ちゃんだってみんな絶対思ってくれると思う。確かに。だから見る場所が多いから、情報量が多いから。そう。だから英子ちゃんっていうキャラを作ってるポイントが多いから、多分絵が少し違くなっても違うキャラだと思われない。なるほどね。だから特徴が、みんなその、プロの人たちの描くキャラって、結構すごいいろんなものがくっついてたりとか、髪型がすごい特徴的だったりとか、なんか顔のデザインがキャラごとに微妙にね、目のデザインが違ったりとか、そういうのっていうのは、やっぱそういう意図があるんだよね。髪型が違うとかね。違うキャラにならないようにみたいな。だから自分の描いているキャラがね、あまりにもシンプルすぎないかっていうのもね、まあそういうシンプルなキャラが悪いってことじゃないんだけども、違うキャラに見えちゃって悩んでる人たちはよかったら自分のキャラがすごくシンプルじゃないかってとこだけもう一回確認してみてください。ちょっと特徴をつけると見るかもしれない。必ずツインテールしてるとか、必ずこのピンをつけてるとか、それだけでも全然ね、その子らしいキャラの個性が出ると思います。最後の原因3なんだけど、私実はこれがみんな一番当てはまるんじゃないかなと思ってること、そしてすごく前向きな話なんだけど、私はみんなのイラストがもう短期間で成長してるからじゃないかなと思う。なるほど。上手くなってると。要はやっぱ絵が若い時ほど絵は安定しないっていうのは、絵が安定してないんじゃなくてね、絵がどんどんいい意味で変化してってるの。多分それはいろんな人からいろんなものを吸収して次描く時には多分もっと上手い絵になってるんだと思う。そういうやっぱり初心者の人たちっていうのはまだもう伸びしろすごいから。やっぱプロの人たちになると伸びしろってもうほぼなくなってるでしょ。だからもう同じなんだよ、次も。だからいわゆる毎日描いてても、やっぱ若干だけど上手くなってると。そう。私の伸びしろなんかもう本当にこんな1ミリもないよ。だけどみんなの伸びしろってもう無限大にもうあるから、多分次今成長過程なのね、みんな。だから次描いた時別のキャラに見えてるってのは単に絵が上手くなってるだけかもしれないよっていう。なるほど。だからそんなに気にしなくてもいいかもしれないっていうのをみんなに一個伝えときたいなと思いました。みんなもだからシーモン先生みたいにある程度年齢いった時には、もはやキャラが変わらないみたいなことになるんではないかと。どうせ変わらなくなっちゃうっていう日がどうせある日来るから、今は変わっていくっていうことも楽しんだ方がむしろいいんじゃないかなと。なるほどね。これは前回より私成長できてるんだっていうサインかなって思って受け取るっていう前向きな考えをするのもいいんじゃないかなと。ポジティブ思考でいこうっていう。そう思いました。ということでですね、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタン。そしてですね、こちら私、超簡単漫画キャラの描き方って本第1弾出してるんですけども、第2弾が3月に発売しますので、そちらの予約もよろしかったらよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と。バイバーイ。